めっちゃいいわ。このオープンコードが気持ちいいですね。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、レイラさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レイラさんと撮れる日が来ました。いや、僕はもういつもこの YouTube 見てますので。マジっすか？はい。一ファンとして。マジっすか？楽しみにしております。いや、もうレイラさんとは結構いろんな楽器イベントでご挨拶させてもらったりとか。そうですね。はい。今日はですね、UAFX のこちら、じゃーん！ナックルズという、早速ちょっとこれ開けちゃいますね。はい。じゃん！お、いかついですいね。かつい。これ実はレクチなんですよ。レクチ。モチーフになってるのが、はい、島鋼板のメタルプレートのね、見た目がはい、すごく特徴的なアンプですけれども、それ系ということで。その手のジャンルのために呼ばれたわけですね。そう、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。つながりました。は今、一旦12時なんですけれども、はい、どんな感じか。うわ、レクチといえば、はい、メタルっぽいのもがっつり出してくれるし、はい、アタックのズンズンやった時の感じ結構独特ですよね。そうですね。このアンプに弾かされているリフっていうのが世の中にいっぱいあるんじゃないかなと思ってるんですけど一回これでズンズン系いってます、はい、やっぱこの音ですよね。こういうズンズンにはこのローが必要ですよね。このシリーズいくつかこのチャンネルでも取り上げさせてもらってるんですけども、はい、アンプの特徴すごく掴んでるっていうか。なるほど。じゃあまずですね、つまみの説明を簡単に。はい、下に EQ がありまして、トレブル、ミッド、ベースですね。プラス、プレゼンスが上にあるので、やっぱりこのレクチとかこういうメタル系ってこのトレブル、そしてプレゼンスがめちゃめちゃ肝ですね。肝。あとはアウトプットの全体のボリュームと、左上にゲインっていうのがあります。はい、プレゼンスとトレブルすごい大事だったんですけど、ミドルも結構変わったな今。スラッシュっぽい香りがする瞬間もあったし、あった。でゲインも結構幅広くて、極悪、こんなところまで行かなくていいですっていうところまで上がりますと。今やってたのがこのレッドチャンネルって一番ハイゲインな、はい、チャンネルでございまして、クリーンチャンネルなんですけども、これ今弾くとね、多分ねちょっと歪んでるんですよね。これ何かっていうと、オルトオンにすると裏のこのつまみがこういろいろ効いてくるんですけども、裏側にオーバードライブレベル、オーバードライブのトーン、オーバードライブの歪み量っていうところがあるので、手前にプッシュ用のブースターを置くじゃないですか。それがもうここに入ってる。なるほど、はい、これ1台で結構いろんな音作りができる。そう今ここで歪んでたので、このオーバードライブレベルを下げるとクリーンに。なるほど。上に2つありまして、ゲートですね。ゲートは必須ですよね、このジャンルになってくると。あとルーム、さっきちらっとね、はい、鳴りのアンビエントの音がするなと思ってたんですけど、さすが、はい、部屋の鳴りがそんな感じになってます。いいですね。続いてオレンジのチャンネル行ってみましょうか。はい、
もうすでに結構歪んでます結構歪む、これ途中でオーバードライブを今オンにしてオーバードライブレベルを結構こうプッシュめに入れてるんで、オーバードライブ組み合わせて使っていくと音作りの幅めちゃめちゃ。なるほど。今回もですねアプリでいろいろプリセット入ってておしゃれな感じの音もあったんですよ。綺麗。そういうイメージじゃなかったけど綺麗っていうのがあったりとか、なんかねこういうルーム感生かしたもうちょっとオレンジチャンネルでこういうのとか。おー、どうですか？かっこいいですね。レクチって言えばハードなイメージあるんですけど、メサブギっていう広いところで捉えたら、やっぱサンタナとかアンディ・ティモンズとか。そうですよね。こういうのにもねちゃんと使えるっていう。はい。キャビ切り替えていきたいなと思います。3種類プラスボーナスキャビ3種類の6種類あるので、はい、順番にいっていきましょうか。今までのキャビは UKV30 の 4×12 マーシャルキャビということで、改めて、はい、V30 ですね。レラさん、これ、レラさんといえば素敵な7弦ギターあるじゃないですか。ああ、持ってきてますよ。ちょっと7弦で聴いてみたくて、いいですか？はい、はい、持ち帰っていただきました。かっこいい。これだとどうですかね？同じ今つまみになってます。おお、全然雰囲気変わりますね。当たり前ですけど。まあ7弦なんでそういうところもあるんですけれど。じゃあ次のキャビいきましょう。次は CAV30 ということで、まだ V30 なんですけども、4×12 のちょっと。おー、なるほど。ですね。これちょっとさっきのギター持ち帰ってもらってもいいですか？ OK です。僕ねこっちのキャビの方が好きです。なんかレクチ、僕が昔行ってた結構古いリハスタにレクチの古いレクチがあったんですけど、で結構使わせていただいてたりもしたんですけども、なんかねザクザクしすぎるっていうか尖りすぎてるところで困ったことがあって、なるほど。こっちの方がなんかまろやかで僕は好きかもしれない。次のキャビいきます。次がホワイト75セレッションキャビですね。おー、レナさんこれちょっと思ったんですけども、ディレイつないでみていいですかね？いいですよ。いいですね。はい。わー、リード弾きたくなるときはやっぱこういう感じになりますよね。そうですね。ディレイかけるとやっぱ。楽しめるな、このやっぱ UFX のシリーズ、このキャビチェンジがねすごい楽しいんですよね、単純に。次がボーナスキャビのエレボイキャビですね。なるほどね。これはちょっと落ち着いた感じでしたね。そうですね。次は 4×12 のセレッション。
タル以外にも全然使える。使えますね。ラスト 4×12 ブラウン。あ、これブラウンってことはこれまで比較オレンジチャンネルで、分かりやすいかなと思ってやってきたんですけど、このブラウンちょっとレッドにしてみていいですか？お、行きましょう。いいですか？うわ、めっちゃいいわ。このオープンコードが気持ちいいですね。気持ちいい。ではですね、アプリ、今回もアプリからもいろいろコントロールできるんですけども、まず一番上、オーバードライブが TS か TC、TS のあったかい系か、TC のクリーンな感じかが選べるんですけども。そしてノイズゲートはこれ他の機種にもありましたけども、ここで細かく設定が選べたりします。それ助かるやつですね。はい、こちら今レッドチャンネル選択してますけども、その下にこういろいろ選択できるんですけども、まずチャンネルスタイルがノーマルとヴィンテージっていうのがあって、レッドの中でもスタイルが選べる。そう。なるほど。ノーマルもう一回いいですか？ヴィンテージ。ああ、なるほど。続いてチューブが 6L6 管と EL34 管選べるんですよ。なるほど。マニアックなところですね。パワー感でこんなに違うっていうのはちょっと勉強になりますね。なりますね。これ EL34 の僕さっき2個目のキャビでディレイオンとかこれどうする？僕ねこのミッド出てるの好きなんでついついこっち行っちゃうんですよね。ああなるほどね。次にこれね難しいこと言うな。なるほど。チューブで中の回路を構成するか、ソリッドステートって、チューブを使わずに構成するか。なるほど、今チューブだったんですけど途中でソリッドステートに変えますね。これは圧倒的にチューブの方が好きですけど。いやでも僕ソリッドも意外といいなと思います。あ、本当ですか？ギタリストにとってはもうチューブ最強説あるじゃないですか。でもなんかこれを聞くと使いどころは絶対あると思う。あ、マジ？ごめんなさい。やっぱねこのアプリね毎回必須なんですよね、めちゃめちゃこの音作りを作り込める。まだありますよ、パワーモード。これを切り替えますね。なんか散るのか閉まるのかみたいな印象はありますね。じゃあ最後はですね、いつも恒例になってきましたけども、アンプのリターンにつないでみました、こちらのキャビセレクトはですね、先ほどまでここでいろいろキャビを選択してましたけども、一番最後までいくと消えるところがあるので、これでキャビシミュがオフになっております。じゃあこれね本物のアンプで鳴らすとまたねかっこいいんですよね、プリアンプとして使うような感じで、じゃあやっていきます。シンプルにレダさんがかっこいい。めちゃめちゃかっこいいです。あと7件いきますか、最後。いきましょう。
というわけで今回はこのナックルズの紹介でした。レイダーさんありがとうございました。ありがとうございました。どうでした？メサブギーのイメージをそのまま出してくれるし、さらにメサブギーのイメージになかった音、もっと幅広い音作りまでできるような。ですよね。なんか永遠にやってられそうですね、アプリ含めね。いや、そうですね、幅広いと思います。今回の動画良かったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。そしてレイダーさんの情報も載ってますのでぜひチェックしてみてください。レイダーさん本日はありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ皆さんまたの動画で。